どうも、うどんのトリセツ、釜玉うどん編をレクチャーいたします、うどん探偵、スミスと申します。どうぞ、よろしくお願いいたします。この動画を最後までご覧いただけると、釜玉うどんを誰でも失敗なく美味しく調理することができます。ポイントをしっかりと押さえて、皆様と一緒に釜玉うどんを作っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。今回レクチャーしていきます釜玉うどんの材料はこちらです。お土産うどん1袋分、卵、ネギ、だし醤油、水3リットルです。今回はお土産うどん1袋分3人前を作っていきたいと思います。釜玉うどんが美味しくなる3つのポイント。1つ目のポイントは鍋です。1袋すべて茹でる場合はこちらのような鍋がおすすめです。もしご家庭に小さい鍋しかない場合は、茹でる麺を小分けにして茹でる方法もあります。2つ目のポイントは水です。一番最初に麺を茹でる際、水が少ないと粘り気やうどんが塩辛くなったりと、美味しいうどんが作ることができないので、最初にたっぷりと水を入れていきます。最後の3つ目のポイントは卵を入れるタイミングです。最初から卵を器に溶いてから麺を入れて先に混ぜるのか、湯がいた麺を先に入れて麺の上に卵を入れて後から混ぜるのか、釜玉うどんには2つの楽しみ方があります。詳しい内容はこの動画の麺が湯がき次第お伝えしますので、動画を最後までお見逃しなく。こちらの順番で今から皆様と一緒に釜玉うどんを作っていきますので、どうぞよろしくお願いします。最初の工程は釜玉うどんが美味しくなるポイントでもお伝えしたように、鍋にたっぷりと水を入れていきます。今回はお土産うどん1袋 300g を茹でていきますので、約3リットルほど水を入れていきましょう。蓋をして最大火力で煮詰めていくと、早く水を沸騰させることができます。もし目を離した際、吹きこぼれ防止に少し隙間を空けておくと安心です。沸騰した合図は鍋全体が鍋底からブクブクとマグマのように煮立ってきた時です。私の調理環境下では約20分ぐらいで沸騰しました。水が沸騰したら次は鍋へ麺を入れていきましょう。その際の注意点として、麺の曲がっているところはとても折れやすいので、丁寧に鍋の中へ入れていきましょう。麺全体が浸かるように軽く菜箸で混ぜてあげましょう。麺を入れると沸騰していた温度が下がり、再沸騰まで時間がかかります。そこで先ほどと同じように蓋をすることで、沸騰までの時間を早めることができ、美味しいうどんを作ることができます。蓋をしたら吹きこぼれに十分注意しましょう。その際、吹きこぼれ防止に少し隙間を空けておくと安心です。鍋全体に泡がブクブクと出てきたら、蓋を取り出し、各お土産うどんに表記されている茹で時間をセットします。タイマーをセットしたら、泡など吹きこぼれがないよう鍋の様子を見ながら麺を茹でていきます。このように麺を茹でていると泡が吹きこぼれそうになる場合があります。この際は事前に火力を弱めることで吹きこぼれを防止することができます。麺を湯がいていると鍋の中心からぐるぐると麺が対流していきます。このように軽く麺が対流するぐらいの温度を保っていきましょう。麺が茹で上がりました。次は火を消さず鍋から麺を取っていく工程ですが、その前に大変長らくお待たせいたしました。釜玉うどんが美味しくなる最後のポイントでお伝えした2つの楽しみ方について、動画を最後まで見てくださった皆様に特別に伝授いたします。1つ目の卵先混ぜの方法について解説いたします。まずはじめに卵を割って器の中に入れてよーく溶いていきます。次に熱々の鍋の中から麺を取り出していきます。この時熱湯が飛び跳ねたりするので、鍋の縁に沿わせながらゆっくりと入れることで、飛び跳ねを最小限に防ぐことができます。最後に熱々の麺と卵をよーく絡めて、だし醤油を適量かけると完成です。
2つ目の卵後混ぜの方法について解説いたします。まずはじめに器に熱々の麺を入れたら、真ん中に卵が乗るように卵ポケットを作ります。そして卵を割って乗せて薬味を添えたら完成ですが、今回は巷で大人気の釜玉うどんのトッピングについて皆様にお教えします。まずはじめにバターを乗せて、次に風味のアクセントとしてブラックペッパーを加え、最後にだし醤油をかける。その名も釜バターうどん。濃厚な味わいを楽しめるうどんです。動画をご覧の皆様、最後まで私と共に釜玉うどんを作っていただきありがとうございました。美味しく作ることができましたか？ぜひ動画のコメント欄であなたが作った釜玉うどんのご感想をお待ちしております。釜玉うどんのトッピングには明太を入れた明太釜玉や牛肉を入れた牛すき釜玉など、アレンジは無限大。ぜひあなたオリジナルの釜玉うどんを作ってみてください。それでは次回も調査潜入。うどん探偵スミスでした。